経営、奥の細道。Presented by Ed Hawk。今回のテーマは、知っておきたい法律です。皆さんが事業を行うと、その活動は法律で規律されます。事業家には、それぞれのケースに応じた法律知識が必要です。日本に法律は約2000あると言われています。たくさんの法律がありますが、大きく分類すると、私法と公法に分かれます。世間一般の人たちのことを私人と呼び、私人について定めた法律を私法といい、民法と商法などがそれに該当します。公法とは、憲法や裁判所が関わる民事訴訟法や刑事訴訟法など、そして行政法などを含みます。これらを深く学んで、法律の専門家になる必要はありません。ここでは、事業家として知っておくべき法律を10個選んで解説することにします。それは、民法、会社法、下請法、労働基準法。ここまでは、経営者や管理者の人は、必ず意識しなくてはならない法律です。そして、著作権法、特定商取引法、電子契約法、景品表示法、不正競争防止法、個人情報保護法です。これらの法律は、特に IT ビジネスに携わる場合には重要になります。法律の一つ一つについて、詳しく解説することはできませんが、それぞれに、ちょっとした例を考えてみたいと思います。では、まず、民法です。民法とは、その名前が示す通り、市民のことについて定められた法律、と言えます。こんな例はいかがでしょう。契約は、口約束でも、成立する。民法では、どのように判断するのでしょう。答えは？契約は、口約束でも、成立する、です。口頭での約束も契約として有効ですが、契約の履行に問題が発生した場合、契約の事実を立証しなくてはなりません。契約書が書面であると立証が容易ですが、そうでない場合は厄介でしょうね。口頭だけの約束は、控えるようにしましょう。次は、会社法です。会社法は、会社の設立や解散、運営、管理などについて定めています。さて、会社法で規定されている会社は何種類だったでしょう。すぐに言えますか？4種類ですね。会社は株式会社と持ち分会社に分けることができ、持ち分会社は合名会社、合資会社、合同会社に分かれます。下請法です。下請業者の保護を目的とする法律です。親会社が下請会社に発注しました。その後、予算の都合で値引きの交渉をしました。さて、発注後の支払い交渉は問題ないのでしょうか？いいえ、発注で決定した下請代金を発注後に減額すると下請法違反になります。これは正当な理由がない限り、下請会社の合意があっても違法ですから、注意が必要です。労働基準法です。この法律は、労働者は弱者であるという前提から、労働者保護の傾向が強い法律です。さて、従業員を雇用すると、必ず、就業規則を整備しなくてはならないでしょうか。常時10人以上の従業員を使用する場合、就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。10人に満たなくても、円滑な労使関係のためにも、就業規則を作っておくことは良いことでしょうね。さて、ここからは IT 関連の事業を行う人には重要な法律です。まず、著作権法です。著作権とは、知的財産権の一つで、ネット時代では必ず知っておかなくてはならない法律です。今や、ホームページは業務になくてはならないものになりました。おしゃれなレイアウトがあると、つい真似したくなりますよね。これって、著作権法違反なのでしょうか？実は、レイアウトは真似しても大丈夫なんです。レイアウトは創作的な表現ではなく、表現の手法だと解釈されています。ですから、レイアウトを真似しても、著作権侵害にはなりません。次は、
特定商取引法です。ネットショップ事業者は、特定商取引に関する法律によって、販売条件の表示が義務付けられています。販売事業者名、運営統括責任者、ショップの住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先、販売価格、商品代金以外の必要金額、代金の支払い期日、商品の引き渡し時期、支払い方法、返品条件などがそれです。トラブルを防止し、消費者の利益を守るために、事業化するときには、より詳しく調べるようにしましょう。リアルなお店では、お客様が、何々をください、と言い、お店が、いいですよ、と返事すれば、その瞬間に売買の契約が成立します。しかし、ネットショップでは、契約成立の正確な時期が曖昧になり、後々、トラブルになるため、売買の契約時期を決めた電子契約法があります。お客様の注文に対して、ネットショップが、ご注文を受けたまわりました、と注文確認メールを発信し、そのメールがお客様に届いた時点が、契約の成立時期と定められています。また、ネットショップ事業者には、注文確認画面の表示が義務付けられています。ネットでは、プレゼントキャンペーンを行うことがよくありますが、景品表示法では、その最高額を規制しています。取引金額が5000円未満の場合は、その額の20倍までです。5000円以上の場合は、最高額が10万円と決まっています。いずれの場合も、プレゼントの総額は、その検証に関わる売上予定総額の 2% が上限です。気前のいいプレゼントは、法律違反になるかもしれませんよ。気をつけてください。不正競争防止法は、類似のロゴや商品名の無断使用を禁止しています。あなたのビジネスに悪影響を与える、フリーライド、すなわち、あなたの信用を利用してビジネスをする。そのような事業者を見つけたら、商標権侵害として、ロゴや商品名の使用差し止めを請求できます。あなたが守りたい社名や商品名は、商標登録しておくのが良いでしょう。では、商標登録をしていないと、フリーライドを阻止できないのでしょうか。いえ、大丈夫です。商標登録していなくても、自社のロゴ等に、周知性や著名性があれば大丈夫です。不正競争防止法では、周知表示に対する、混同邪気行為を禁止しています。そして、個人情報保護法です。個人の権利と利益を保護するための法律です。では、こんな場合はどうでしょう。日常のメール通信では、メールアドレスについて、さほど注意を払っていないかもしれません。果たして、メールアドレスは、個人情報として扱わなければならないものなのでしょうか。メールアドレスが、個人名や会社名を特定できる場合には、メールアドレス自体が個人情報に該当します。メールアドレスの漏洩は、スパムメールの被害や、フィッシング詐欺などに遭うケースもありますから、取り扱いは慎重にしましょう。大雑把ではありましたが、事業家にとって知っておきたい法律を挙げてきました。知らなかった、では済まされない法律ですから、必要に応じて調べる習慣をつけておきましょう。皆さんの事業の成功のために、ぜひともチャンネル登録をしていただき、次の課題に進んでください。